サイバーパンクもの、絵画のような美しさだったり、ふんどしで最後ちょっと紹介していきます。ダダーン、N子だよ。皆さんは SF 作品と聞いてどんな作品を思い浮かべますか？宇宙が舞台だったり、ロボットが出てきたり、タイムリープものだったり、いろいろありますよね。そんな中でも私が最近ハマっている SF ジャンルがサイボーグやネットなどを主題にした作品の多いサイバーパンクもの。ちょっと難しい作品も多いんですけど、とにかくかっこいいんです。ネットフリックスでもサイバーパンク作品は実写アニメ問わず数多く配信されています。中にはネットフリックスで独占配信されている作品もあるんですよ。それがオルタードカーボンシリーズ。リチャード・モーガン原作のたけし小バッチシリーズを映像化した作品で、実写ドラマシリーズとアニメ作品の両方が配信されています。それではオルタードカーボンリスリーブド紹介していきます。まずはオルタードカーボンの世界観について簡単に解説します。オルタードカーボンシリーズでも特に重要な設定となっているのがスタックとスリーブです。スタックとは意識を保存する小さなデバイスのこと。そしてスリーブとはスタックを入れるための入れ物のことで、簡単に言えば肉体です。もし肉体が死んでもスタックさえ無事なら別の肉体で復活可能。逆を言えばスタックが破壊されてしまうとリアルデス、つまり本当に死んでしまいます。なのでオルタードカーボンの世界での戦いはスタックが破壊されたか破壊されていないかで大きく意味が異なってきます。またスリーブは自由に変更できるという設定から、オルタードカーボンはシリーズが変わると主人公をはじめとする重要人物たちも全く異なる容姿になります。例えばドラマ版のシーズン1の主人公のたけし小バッチはこんな感じで、シーズン2ではこう、そしてアニメ版のリスリーブドはこんな感じです。どれもワイルドで私的にはなかなか好みのタイプです。でも個人的に好きなのはシーズン1のヨエル・キナマンさんが演じるたけし小バッチですね。すごく印象的なのが、すごく強そうな見た目なんですけど、途中ピンクの子供用のリュックサックを背負って徘徊するんですよ、街を。男らしい見た目とピンクのリュックサックの可愛らしいギャップがすごく素敵だなって思いました。さらにもう一つ重要な設定があります。それはニードルキャスト。スタックに保存されている精神を転送する技術のことで、これによりどんな遠い場所へも一瞬で移動することができるようになっています。そのためドラマ版のシーズン1の舞台は地球、シーズン2ではたけし小バッチの故郷でもある惑星ハーランズワールド、アニメ版のリスリーブドでは惑星ラティマーが舞台となっています。このようにシリーズによってキャラクターの容姿も舞台もガラリと変わるのはオルタードカーボン独自の面白さです。なのでドラマ版、アニメ版のどちらから見ても OK ですし、どちらか一方だけでも十分に楽しめる作品となっています。でもどっちから見たらいいかわからないと悩んでいる人は、アニメ版のオルタードカーボンリスリーブドから見るのがおすすめです。理由は1話完結なので見やすいのと、時系列として最も早いからです。なのでここからはアニメ作品であるオルタードカーボンリスリーブドの魅力や見どころについてもう少し詳しく紹介していこうと思います。オルタードカーボンリスリーブドは
ドラマ版オルタードカーボンより約250年前が舞台です。ニードルキャストによりタケシ・コバッチは惑星ラティマーにやってきます。ちなみにこの時のコバッチはケンと名乗っています。惑星ラティマーはヤクザである水元組に支配されている惑星です。水元組は組長交代のための世襲の儀式を間近に控えており、ホリーはこの儀式である重要な役割を担っているのです。そんな中、植民地戦術強襲部隊の女性隊員ジーナと出会います。ジーナはこの計画の操作のためホリーを重要参考人として追っていたのです。ただホリーはホリーで肉体を殺された後、行方不明になった両親スタックの所在を探し、水元組に身を寄せていたのですが、これ以上はネタバレになってしまうので、ここまで。とにかく様々なキャラクターの思惑が入り混じったストーリー展開に目が離せない作品となっています。サイバーパンク SF ということで近未来的なアイテムも多いんですが、ヤクザや組長といった日本の人気映画のような言葉が飛び交うのもなんだか新鮮な世界観ですよね。あとヤクザの刺客として襲いかかってくる忍者スリーブもすっごくかっこいいんです。時代劇の忍者のようなんですけど、近未来的で和とも洋とも過去とも未来とも言えない独特な雰囲気なんです。コバッチとのバトルもスピーディーで見どころですよ。オルタードカーボンリスリーブドの感想なんですけども、日本のアニメの制作会社さん、アニマさんが手掛けている作品っていうこともあって、その日本のいわゆる人気者のヤクザや、堀師だったり、組長だったり、そういうあと和の世界観、なんか一つ一つの背景がもうなんか絵画のような美しさだったり、ふんどしで最後ちょっと戦ったりとかして、すごい日本要素がいっぱい詰まったオルタードカーボンだなって思いました。さて、オルタードカーボンについて紹介してきましたが、ネットフリックスでは他にもサイバーパンク作品を見ることができます。例えば、広角機動隊シリーズ。サイバーパンクアニメといえば、まずはこの作品を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。シリーズ最新作である広角機動隊 SAC2045 はネットフリックスで独占配信中です。作品の詳しい内容は以前の動画でまとめていますので、ぜひご覧ください。オルタードカーボンの世界観がいいなと思ったら、広角機動隊シリーズもチェックしてみましょう。また、サイバーパンク作品にどっぷりハマってきた人は、こちらの作品も必見です。ブレードランナー。1982年公開と古い作品ですが、サイバーパンク作品を語る上では欠かせない作品です。ゴースト・イン・ザ・シェル。広角機動隊でメガホンを取った押井守監督も影響を受けたと公言するなど、以降のサイバーパンク作品に与えた影響は計り知れません。ちなみにドラマ版オルタードカーボンにはあえてブレードランナーをオマージュしたシーンがあるので、ブレードランナーファンはぜひドラマ版を見てみましょう。なお、ネットフリックスでは1982年公開のブレードランナーの後日談を描いたブレードランナー2049も配信中です。いやー、細部までこだわって作られたサイバーパンク作品、いいですよね。世界観もすっごく作り込まれている作品が多いので、どっぷりと世界観に浸ることができそうです。私もこのジャンルはまだまだ見ていない作品が多いので、どんどん見てサイバーパンクな世界にダイブしていきたいなって思っています。作品を見た感想などコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。